Bonjour! パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？夏のフリーマーケット特集、前回のジュシュのブロカントはお楽しみいただけましたでしょうか？今回はバンブの飲みの市、そしてパリキュープのマルチール通りで開かれていたブロカント、この2つの様子をお届けしたいと思います。お友達と賑やかに巡る飲みの市、そして一人のんびりとお散歩気分で歩くブロカント、いずれもパリの夏の開放的な雰囲気が心地よい週末です。どうぞごゆっくりお楽しみください。ポルト・ドゥ・バンブの駅を出たところ、このバンブの飲みの市は毎週土曜日と日曜日、この左手キャッシュディスペンサーがあるのは、飲みの市巡りをする人にとっては強い味方ですよね。今日私はお友達のミキさん、アコさんと待ち合わせをしました。今日の私たちのスタートはちょっとゆっくりめで、10時くらいから飲みの市巡りを始めます。歩き始めて間もなく、私は思わずこのオブジェに惹かれました。スタンドのムッシュ曰く、これはスウェーデンの陶器。中にお菓子を入れて保存するためのものなんだそうです。お値段は40ユーロとおっしゃっていたような気がします。ミキさんと私、2人ともが可愛いと思ったこちらのお皿。2枚で15ユーロ。この子供服も可愛らしい。私にとって全く使い道はないんですけれども、なんだか惹かれてしまいます。これならクッションが2つできるわね、と夢が広がる布。こちらも確か15ユーロとおっしゃっていたような気がします。このブラウスもとても可愛らしいと思いました。私は思わず自分の肩に当ててみたんですけれど、さすがにこのサイズは私には小さかったです。そしてバンブの飲みの市でいつも本当にセンスがいいなと思っているこちらのスタンド。真夏の今回もマダムちゃんといらっしゃいました。常連の方々のスタンドが出ていない中で、こちらのマダムがいらっしゃるのは本当に心強いなと思いました。ご覧の通り、魅力的な品揃えでしょう。こちらのスタンドの評判はおそらく国境を越えています。ツーリストの方だろうなというお客様もたくさんお見かけしました。Et puis la couleur comme ça, Oui. c'était fréquent ou c'était rare? Bah, je pense que c'est assez rare, ouais. Oui, oui. Je pense qu'il devait y avoir peut-être. Est-ce qu'il y avait un couvercle? Je sais pas, mais c'est une bonbonnière. Ah oui, 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 d'accord. Chaque pièce, c'est 25, Ouais, c'est ça. これもすごく可愛らしい。いちごの水切りの器ですかね。
これも25ユーロのお値段がついています。こちらのトレイもなかなかいい感じ。そしてこちら、私は鍋敷きだとばっかり思っていたんですが、なんとこれ Ici, on a une petite. Je pense que c'est pour À les enfants. table. Ouais. Oui, c'est ça, voilà. C'est ça, c'est pour. Là, c'est pour les enfants. Et là, c'est pour dire que c'est un tablier derrière. オルゴールでもあるんですよ。これはスタンドのムッシュに説明していただかないとわからないことでした。こちらはまた別のスタンド。私はこの器にとても惹かれました。よーく見ると柄が細かいモザイク状になっているんです。お値段を伺うと70ユーロとか80ユーロとおっしゃったような気がします。私にはちょっとすぐ手が出る感じではありません。けれども魅力的ですよね。また別のスタンドでミキさんはこのカゴに惹かれました。プレゼンテーションのセンスがいいと思いませんか？昔の楽譜を丸めてこのように添えてあるんです。購入されるのであればこの楽譜ごとどうぞとスタンドのマダムがおっしゃいます。お値段18ユーロでした。家具の値段がお安いことにちょっとびっくりしました。というのもこの椅子は15ユーロ。こちらの大きな椅子でも30ユーロ。そしてこれは椅子にもなるし、ちょっとした台にもできますよね。これで10ユーロ。こちらは何でしょう。箱のような椅子のような。実はこれ釣りをする人のカバン。道具を中に入れて運ぶこともできるし、これに座って釣り糸を垂れることもできる。お役立ちの相棒なんですね。一つは50ユーロ、もう一つは80ユーロだそうです。あら、先ほど私が魅力的と思っていた器と同じようなスタイルの焼き物がありました。こちらのスタンドのムッシュが説明してくださったところによると、これは実はバロリスで活躍していた作家さんによるものなんですって。色付きの粘土をパッチワークのように組み合わせてこのように成形してある珍しい技法だと思いませんか？やはりこちらでも70ユーロというお値段がついていましたので、なるほど、これはコレクターズアイテムなんでしょうね。こちらはなかなか状態のいいアクセサリーなどを得意としているスタンドですが、器の趣味もいいですね。花綱模様のカップ&ソーサー、とってもエレガント。フランス製でお値段25ユーロとついていました。私はこの道路標識を見ると、フランスで自動車教習所に通っていた時のことを思い出します。砂糖大根についてどういうことと思いますよね。その心は
収穫の時期になると畑のそばの道路がビーツの成分のために滑りやすくなるということなんです。それを知った時はちょっとしたカルチャーショックでした。お昼近くになると店じまいを始めるスタンドがちらほらと出てきます。そうなるとあまりのんびりとはしていられない気持ち。来た道を引き返しながら気になっていたスタンドをもう一度覗いてみると、いちごの器ですとかはもう売れてしまっていました。これもご縁というものですね。その代わり、最初は見落としていたものが帰り道で目に入ってきたりします。例えばこちら。この辺りは5ユーロ均一。これはなかなかお値打ちではないでしょうか。結局ここでアコさんとミキさんはお買い物をしました。しかも店じまい直前だったからか少しおまけをしてくれました。ミキさんは茶道の盆出前に使えるかしらとこの銀の急須に目を留めました。確かに素敵なんですけど即断はしませんでした。バンブの飲みの市は午前中が勝負ですね。というわけで私たちは場所を移してランチにしたいと思います。降り立った駅はパスツール。どうしてここまで来たのか、その理由は後ほどお話ししますね。まずはミキさんが時々テイクアウトで利用するというこちらのお店に入りました。野菜も果物もたっぷり入っているサラダと2種類のピザを3人でシェアして満足感いっぱいのお食事。そしてこの駅で降りた目的はお向かいにあるこのお店なんです。以前キュープのマルティール通りにあるアイスクリーム店をこのチャンネルですでにご紹介しています。意外なフレーバーがたくさんあってすごく美味しいアイスクリーム屋さんでした。それと同じブランドでイートインのスペースが広いお店がこのパスツール駅の近くにあると聞いていたので、私はぜひ訪れてみたいと思っていたんです。それがこちら。ここで私たちはデザートタイムにしたいと思います。店内に入るとまずスコーンなどのお菓子も充実していました。アイスクリームのレパートリーはマルティール通りのお店に比べるとちょっと少なめかしら。とはいえやはりとっても魅力的。なるほど、お店の奥にこんなに魅力的な空間がありました。私たちは黒ごまのアイスクリームなどをチョイスしました。こちらの黒ごまのアイスクリームはまるで日本のごまのおはぎを思い出させるような濃厚でとってもリッチなアイスクリームでした。次の週末、それこそ先ほどのアイスクリームのブランドを初めて私が体験したユーデマルチール、その通りでブロカントが開催されると聞いたので、私は一人で出かけてみました。もう8月に入っているので、地元の人たちの中にはバカンスに出かけてしまった人も少なくないと思います。
早速魅力的なスタンドに出会いました。このお皿、色合いがちょっと珍しいと思いませんか？なかなか素敵です。お値段18ユーロとついています。色といえば、このバルボチーヌの水差しの素敵なこと。私にとっては初めて見るタイプのものです。お値段85ユーロ。なかなかですね。他のものが割とリーズナブルなお値段なのに対して、これはさすがにレアものという感じの値付けでしょうか。こちらのスタンド、どれもこれもとっても惹かれるものがあります。しかもそれぞれのアイテムにちゃんとお値段が明記してあって、さらにクレジットカードでお支払いができるようなんです。私がここにいる間にも次々と売れていました。あら、これにはすでに金継ぎが施してありますね。フルデマルティールといえば、美味しいもの盛りだくさんの界隈です。ヴィンテージアイテムの向こうで鶏の丸焼きが良い色に焼けています。こちらのスタンドもなかなか魅力的ですね。というのも、この台の上のものはすべて5ユーロ。こちらは10ユーロ。そしてこちらに至っては1つ1ユーロなんです。これは思わず目を皿のようにしてしまいますね。私は以前にもこちらのスタンドを訪れています。昔のおもちゃやゲーム、そして何といってもディネット、おままごと道具の品揃えが素晴らしい。今回私が目を留めたのはこちら。スタンドのマダムが説明してくださったところによると、これは1920年ぐらいのもので、お値段380ユーロですって。当時の状態のまま立派な箱に入っています。新品の扇風機がこんな山になって積んである。2026年夏ならではの光景かなと思います。坂道をさらに登っていくと、やはり私がいつもこのブロカントで足を止めるスタンドがありました。こんな風に一つの世界観を感じさせてくれるようなスタンドには、皆さん吸い寄せられてしまうんですよね。
私もそうです。こちらも一つ一つにお値段が貼ってあるところがいいですね。最近はブロカントに出店される皆さん、こんな風に QR コードを掲げていて、そこからすぐにそのスタンドのインスタグラムなどに飛べるようになっています。このジアンのコンポチエ、なかなかいい感じですね。キャベツの葉っぱの形をしたお皿、受け皿とセットになって35ユーロ。こちらはジアンのピッチャー、25ユーロ。あら、ここにはお菓子の焼き型がたくさんです。思っていたよりもスタンドの数が少なかったかな。今日もとても暑くなりそうなので、私はこの辺りで退散したいと思います。結局、私は今回は手ぶらでした。8月のパリ市内では大掛かりな工事をしているところがとても多いんです。こんな大工事もあるんですね。よくよく見ると、何本かの柱でこの石造りの5、6階建ての建物を支えているんですから、驚いてしまいます。思えばパリの建物そのものもアンティーク。それをこうして手を入れながら大事に次の世代へと受け継いでいるんだなぁと改めて感じました。さて、動画の締めくくりにパリの新情報を一つご紹介したいと思います。パリではアイスクリームがとっても人気というお話は以前にもしたかと思うんですが、この夏とても話題になっているアドレスがあるんです。それはパンテオンからリュクサンブール公園へ続く坂道、リュー・スフローの途中にあります。連日こんな風に何十人もの行列が続いているんです。大人が並んででも食べたいアイスクリーム。私もぜひチャレンジしてみたいと思い、お友達のカコさんと一緒に列に並びました。並んでいる間にお品書きが渡されて、どのアイテムを選ぶかを決めます。そしてそこでお会計もします。私たちジェラートアルティザナールクラシコというのをお願いすることにしました。フレーバーはそこでは選ばずに中に入ってから30分ぐらい並んだ後、いよいよ私たちの番。お店の入り口にその日のフレーバーが貼り出されています。こちらのお店ラクレマ、2026年、つまり今年の4月にオープンしたばかりのお店。人気の秘密は 100% 植物性のジェラート。私は抹茶、しかもオレンジフラワーの香りをミックスしたもの、そしてクッキークリームを選びました。ガコさんはピスタチオとノワゼット、つまりヘーゼルナッツですね。このシャンティーホイップクリームは無料でトッピングしてくれます。しかも面白いのは、この添えてくれたスプーンもまた食べられる素材なんですよ。私たちはこれをリュクサンブール公園でいただきたいと思うのですが、道を歩きながら
早速頬張り始めました。するとリュクサンブル公園の中に入った頃にはもうこんな状態になっていました。味わいは濃厚なのに食後感がすっきりしています。コーンもこのスプーンもまた優しいお味で、リッチなデザートをいただいたような、そんな気分でした。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。実は夏のフリーマーケットでまだ紹介しきれていないものがありますので、次の動画でもまた別の素敵な場所でのひとときをお届けしたいと思います。次回もまたパリ散歩にお付き合いいただければ嬉しいです。アビアント。